この写真に写っている人たち、日本人によく似ていますが、実は日本人ではありません。中央アジアの民族、キルギス人です。中央アジアに位置する旧ソビエト連邦の共和制国家、キルギス共和国。かつての正式国名は、キルギスタン、カザフスタン、中華人民共和国、タジキスタン、ウズベキスタンと国境を接する人口約608万人の国です。自然が美しく、中央アジアのスイスとも呼ばれています。キルギス人は中央アジアを中心にシベリアからアナトリア半島に至る広大な地域に広がって居住するテュルク系民族です。キルギス人と日本人は見かけが瓜二つで、一見しただけでキルギス人か日本人かを見分けることは難しい場合が多いといいます。実際、日本人がキルギスへ行くと、キルギス人と間違われて、キルギス語で話しかけられたりすることも多いそうです。そのようなこともあり、キルギスは国民の日本に対する関心が非常に強く、日本語教育もとても盛んな親日国だといいます。西洋の顔立ちをしたロシア人やウズベク人などの白人種も住んでいますが、キルギスに住む約7割は日本人とそっくりなキルギス人だそうです。地理的に見ているだけだと、日本人とは共通点はないように思えるキルギス。なぜこんなに顔立ちが似ているのでしょうか。今回は、瓜二つな日本人とキルギス人の共通点や、どのような歴史的背景があるのか、遺伝子などのお話も含めて考察していきたいと思います。あくまで一つのファンタジーとして動画をお楽しみいただけると幸いです。皆さんは日ユ同祖論をご存知でしょうか。日ユ、つまり日本とユダヤ、日本人と古代イスラエル人、セム系ユダヤ人が同祖であるとする説です。賛否両論はあるものの、古代イスラエル人がシルクロードを経てはるばる日本に渡来し、日本の文化形成に大きな影響を与えた。あるいは逆に日本人が古代イスラエルに渡ったのではないかと言われています。一見奇妙な説ですが、日本の皇室の紋章である菊花紋が古代イスラエル神殿の壁にも残っていたり、伊勢神宮の灯籠にユダヤ人の印であるダビデの星が刻まれていたりと、偶然とは言えない共通点が多いのも事実です。そういった説もあり、古代イスラエルからシルクロードを経て中央アジアに残った人々がキルギス人で、日本に移った人々が今の日本人なのではないかという話もあるのです。キルギスにはとある伝説、言い伝えがあります。キルギス人と日本人が兄弟で、肉が好きな者はキルギス人となり、魚が好きな者は東に渡って日本人となったというものです。これは危機に記された日本神話、山幸彦と海幸彦にも似ているものがあり、弟の山幸彦は獣を取り、兄の海幸彦は魚を取っていた。兄弟は争いをするが、兄が弟に服従することで仲直りするという内容の神話です。真偽はともかくとして、食にこだわりを持つ日本人としては、何ともありそうな微笑ましいエピソードだと思いませんか？日本人が古代イスラエルに渡った可能性もあるならば、当然日本人がキルギスへ渡り繁栄したという可能性も十分に考えられます。その可能性を考察するにはまず、現代日本人のルーツと考えられている縄文人について語る必要があるでしょう。縄文文明は今から1万6000年前頃から3000年前頃まで栄えた文化であることは皆さんもご存知だと思います。以前までは狩猟民族で原始的な生活を営んでいる種族と言われていた縄文文化。しかし、ここ数十年の縄文時代に関する研究で認識が変わり、縄文文明は
非常に高度な文明を持っていたとされています。弥生時代が発祥と言われていた稲作も、近年放射性炭素年代測定法という最新の年代測定法の成果で、朝鮮半島の稲作よりも日本の方がかなり古いことが分かってきています。日本の稲作開始は縄文時代岡穂栽培で約6700年前まで、水稲栽培は約3200年前まで遡って判明しているそうです。その他にも、縄文人は作物の人工栽培や海洋技術なども持ち合わせ、個人的には当時の教科書で習った内容からは想像もつかないほど高度な文明を持っていたとされています。縄文人が1万年以上発展した文化の中で、当時は陸続きと言われていた諸外国に渡っていったという可能性も十分に考えられるのではないでしょうか。その証拠として、バヌアツやエクアドル、ペルーなどから縄文土器が出土したという事実もあります。キルギスでの土器の出土こそないにせよ、縄文人がキルギスに渡った可能性も否定できないのではないでしょうか。あくまで推測にはなりますが、古代文明に思いを馳せるのはロマンがありますよね。縄文人については、また別の機会に詳しくご紹介できればと思っています。以前、当チャンネルで好評をいただきながらも、リニューアルに際し、残念ながら削除することとなったキルギスについての動画。皆さんからいただいたたくさんのコメントの中で、日本人とキルギス人の遺伝子の共通性に関するコメントが多く見受けられました。今回の再編集に伴って、調べた内容を簡単にご紹介します。まず、私たち日本人が持つ遺伝子の中で大部分を占める系統が3つあります。Y 染色体ハプログループによる系統からご紹介すると、D1b 系統、O1b2 系統、O2 系統があり、この3種だけで日本人の実に8割以上を占めています。それに対し、キルギス人の持つ遺伝子は同じく、Y 染色体ハプログループの場合 C2 系統が多いとされています。日本人の C2 系統は約 5% 前後ではありますが、一定数いるということが分かっています。C2 系統の遺伝子を持つ日本人の中で群を抜いているのがアイヌであり、その割合は D1b 系統と C2 系統です。日本人とキルギス人、もしくはC2 系統の別種族との関連性を紐解く鍵となるのは、もしかするとアイヌなのかもしれませんね。実際に日本列島に C2 遺伝子をもたらしたのは、中央アジア、東アジア、シベリアのバイカル湖周辺などの北方狩猟遊牧民族ではないかとも言われているのです。今回調べた現時点での結果として、遺伝子レベル、ハプログループとしては、日本人とキルギス人は近からずも遠からずということになりそうです。日本人の C2 系統の割合を 5% と仮定した場合、総人口のうち、実に約650万人もいるという結果になります。この数字を多いと取るか、少ないと取るかは賛否がありそうですが、重要なのは遺伝子の共通性よりも、互いの国が好意を持って良好な関係が築けていることだと思いませんか？いかがでしたか？手つかずの美しい自然が残る親日国キルギス。中央アジアでは一番治安の良い国とされ、現時点では唯一日本人は出入国にビザがいりません。しかし、ご存知の方も多いかとは思いますが、誘拐婚と言われる日本では信じられないような社会問題も存在しているキルギス。この点に関しては、その国の社会的背景もあると思いますので、この動画では触れませんが、気になる方は調べてみてはいかがでしょうか。キルギスは街を歩いても日本人が目立つことはなく、すぐに溶け込めて居心地が良いと評判です。公用語がロシア語とキルギス語だったり、いくつか空港を経由しないといけなかったり、など、
観光地としては難しい部分も多いようですが、興味のある方は一度訪れてみてはいかがでしょうか。